どうも、明けたまです。2025年2月13日、ソニックゲーム最新作ソニックレーシングクロスワールドのアナウンストレーラーが公開されました。新作情報来たー。待ってました。それと同時に本作品の公式 X アカウントや各種情報も多く解禁されましたので、この動画では最新作ソニックレーシングクロスワールドについて、現時点で判明していることや情報をぎゅぐっとわかりやすくご紹介していきます。これだけ見れば新作情報のキャッチアップは完璧。一緒に確認していきましょう。お願いします。我々明けたまチャンネルではソニックがもっと面白くなるをテーマに、ソニック歴20年以上のオタクが、解説、考察、ゲーム実況など色々投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。まずは今作の情報公開についてここまでの経緯を簡単にわかりやすくおさらいします。今作最初の発表は2024年12月13日、ロサンゼルスで開催されたザ・ゲームアワーズ2024の中で、約30秒間のトレーラー映像が初公開されました。当時はソニック映画3作目公開直前でそわそわしてたのに突然のゲーム新作発表でびっくりしたよね。そうですよね。いきなりの発表でしたが驚きと嬉しさで溢れていたと思います。トレーラー映像では黒いレーシングカーにシャドウが静かに乗り込み、勢いよく発進してリングポータルに入っていくという非常に短い動画となっていましたが、車庫の後ろにソニックライダーズで登場したエクストリームギアがあるのではとか、リングで別のステージやバースに飛んだりするギミックが展開されるのではなど、ファンによる考察や妄想がコメント欄や各種 SNS で繰り広げられました。本当に短い映像なのにファンのみんなすごいな。そこから映画公開などのイベントが重なりながら今作の情報更新はしばらくなかった中で、2025年2月13日、プレイステーションの最新情報番組、ステートオブプレイにて、約1分半の公式アナウンストレーラーが公開となりました。それと同時に本作品の公式 X アカウントや公式サイトの更新など一斉に情報解禁が始まり、いよいよそのゲーム内容について明らかになりつつあるという状況です。なるほどね。アナウンストレーラー公開を皮切りに徐々に今作の内容が見えてきたわけだ。ここからは現在公開されている情報をもとに、今作の特徴やシステムについてざっくりご紹介していきます。今作はアクションレーシングゲームということでマシンに乗ったレースゲームとなります。ソニックシリーズでは過去にもいくつかレースゲームのシリーズが展開されていますが、今作の注目すべき特徴は現時点で大きく2つ。クロスワールドとガジェットカスタムですね。まずはクロスワールドについて、レース中にトラベルリングと呼ばれるリングが登場しここを通過すると、プレイヤーはメインステージと異なる別空間クロスワールドに移動します。このクロスワールドでの動きがレース展開を劇的に変化させるとのこと。一般的なレースゲームみたいに同じコースを何周もするわけじゃないんだ。そのようですね。セガ公式サイトの説明によると、ファーストラップ、セカンドラップ、ファイナルラップの3ラップで構成されていて、ファーストラップを走行後にトラベルリングが出現し選択したクロスワールドに突入。クロスワールドでのセカンドラップを走行後、ファイナルラップでクロスワールドから元のコースに戻るのですが、同じコースでありながらも、アイテムやリング配置、ショートカットの発生など、様々なコースギミックが大きく変化している状態だそうです。中盤のクロスワールドで一気に展開が変化して終盤はその変化を経てのクライマックスってことか。どのクロスワールドにアクセスするかまたそこでどう立ち回るか、これが今作の最大の特徴となりそうです。確かにゲームタイトルにもクロスワールドって入ってるくらいだし重要度かなり高そうだね。メインステージとクロスワールドの組み合わせもかなりたくさんありそうだし、毎回新鮮なレース展開になりそうだね。ですね。映像からも陸海空様々なロケーションで白熱のレース展開が確認できます。続いて2つ目ガジェットカスタムについて、これはレース中に特別な能力を発揮してくれるガジェットをマシンに装備することで、独自のプレイスタイルに合わせた強化を施しレースに活かせるシステムです。ガジェットには多くの種類がありしかもそれらを複数組み合わせることが可能。例を挙げてみると、マシンとぶつかると加速するぶつかりダッシュと、ぶつかったマシンからリングを10個奪うリングスティールを組み合わせて、相手にガンガン攻撃を仕掛けながら有利展開を作るプレイスタイルや、アイテムの所持数を増やすアイテムストックプラスと、加速アイテムが出現しやすくなる加速アイテム確率アップを組み合わせて、終盤に強力な加速アイテムで相手と差をつけるプレイスタイルなど、戦略の幅を広げてくれます。なるほど。スプラトゥーンのギアみたいなもんで好きな能力を強化できるんだね。その通り、マシンカスタムの時点から戦いは始まっているんです。ただ速く正確に走るだけじゃなく、攻撃的なプレイやカスタマイズによる最適解を見つけるプレイなど、多様な戦略性がありそうです。ガジェットもかなり数があるみたいだからこれは奥が深そうだな。ということでクロスワールドとガジェットカスタム、この2つが今作の大きな特徴となっているようなので注目しておきたいポイントですね。
続いては先日公開されたアナウンストレーラーについて、映像内から読み取れるポイントやソニオタ的感想などをいくつかの項目に分けてご紹介していきます。まずは参戦キャラクターについて、前作チームソニックレーシングから大幅に増員、過去一のプレイアブルキャラクター数、しかも参戦キャラクターの選出も熱くて、ジェットが満を持してカムバック、クリームもお帰り、セイジがパーティーゲーム初参戦、しかもプレイアブルキャラでギガントカーに乗車、セイジはソニックフロンティアで初登場したキャラですがこのままソニックファミリーに定着しそうで嬉しいですね。他、ソニック、テイルス、ナックルズ、エミー、シャドウ、ベクター、シルバー、メタルソニック、エッグマンと、おなじみのメンツが新マシンを引っ提げて登場しています。さらに映像を細かく見ていくと、ビッグ、オメガ、ザズ、チャーミー、エッグボーン、ザボック、ウェーブ、といった具合でチームソニックレーシングから順当に続投したキャラに加え、チャーミー、ウェーブ、ザズも参戦、ザズがプレイアブルになるのは今作が初ですね。さらにコースの背景にはルージュ、ブレイズ、エスピオ、ストームの姿も確認でき、彼らも参戦するものと思われます。わあ、本当にたくさんのキャラクターが登場するんだね。キャラ好きの明智的にはこれだけでも買う価値めちゃくちゃ感じてます。続いてエクストリームギアについて、先にも軽く触れましたがソニックライダーズシリーズに登場した乗り物で、そのスタイリッシュさからファンの間でも根強い人気があるアイテムですね。そんなエクストリームギアが今作で久々の再登場。これは2010年発売のソニックフリーライダーズ以来なので約15年ぶりとなります。ファン待望のアイテムだったんだね。ボードアクションかっこいい。やっぱりソニックにはボードが似合いますね。続いてコースについて、巨大な恐竜が印象的なのはゲームソニックと秘密のリングのダイナソージャングルをモチーフにしたコース。次元を超えたコース導入ということでいよいよ主催のドドンパって何者という感じですね。他にもソニックアドベンチャー2からメタルハーバーなどの登場が確認でき、過去作モチーフのステージが続々登場しそうでファンとしてはワクワクですし、似たモチーフのステージが少なそうでバラエティに富んでいるのが嬉しいですね。クロスワールドのシステムもあるし何回走ってもずっと新鮮に楽しめそうだね。続いて過去作との比較について、過去作ではキャラの性能差がなかったりキャライコールマシンの性能だったりしていましたが、今作ではマシンだけでなくキャラ性能にも差があるみたいですね。さらに、今作はシリーズで初めてキャラクターが特定のマシンに固定されずあらゆる種類のマシンに登場できるそうです。また口述するクローズドネットワークテストでは旧キャラクターに対して16種のマシンが使用できるとのことで、テスト時点からキャラとマシンの様々な組み合わせを試すことができそうです。キャラや性能の縛りが緩和されて自由度が上がりそうだね。ですね。またカスタマイズについてはチームソニックレーシングと同様で、フロントパーツ、リアパーツ、タイヤの3つの組み合わせで改造可能なようです。過去はベースマシンに対して差分パーツが用意されているというシステムでしたが、今作は全パーツから組み合わせを選べる感じになりそうです。また2月14日に公開されたゲームメディアファミツー .com さんの先行レビュー記事によると、マシンにステッカーを貼ったりサイズや角度調整も可能とのことなので、デコレーション含めマシンカスタマイズはかなり追求しがいがありそうです。うわぁ、めちゃくちゃこだわっちゃいそう。あとはエクストリームギアの登場が確認できましたが、ソニックライダーズではタービュランスという風の道を発生させ、後続がその道を使って追い上げるシステムがあったんですよね。今作ではそのタービュランスは確認できていませんが、通常のカートとエクストリームギアとでどんな差別化がされているのかも要チェックですね。2025年2月13日公開のプレイステーションブログの記事によると、エクストリームギアはブーストをベースにしたレーススタイルになると記載があるので、ライダーズのように任意のタイミングで急加速できるとか、近年のソニック 3D アクション作品におけるブーストのように、ボタン押しっぱなしでずっとハイスピード状態になれるなどが予想されます。またライダーズシリーズには濃厚なストーリーが用意されていたり、チームソニックレーシングにもアドベンチャーモードで会話劇がありました。今作のストーリー面については今のところ全く情報が出ていない状態なので、どんな物語になるのか、そもそも用意されるのかというのも注目ポイントですね。ということで駆け足でポイントを並べてみましたがトレーラー全体的な感想としては、キャラいっぱいで嬉しい。クロスワールド面白くなりそう。とにかく見せたいことが明確でわかりやすく古参ファンも近年からのファンも盛り上がれる内容で、アナウンストレーラーとして大満足、という感じでした。本当に90秒だったってくらいのものすごい情報量と満足感。ソニックらしく賑やかでスピーディでスタイリッシュでしたしみんなで遊ぶソニックゲームの定番タイトルになってくれそうだと、めちゃくちゃ期待が高まりました。確かに、とにかくすごい賑やかで面白そうだ。一方で僕みたいな初心者はマシンやコースが目まぐるしく切り替わってたのを見て、結構複雑になりそうなのかな。
とも思っちゃったけどどうなるんだろう。そうですね。もちろんやってみないとなんともというところはありますが、似たゲームシステムだった過去作の、ソニック&オールスターレーシングトランスフォームドはかなり遊びやすい作りになっていたので、今作も見た目より遊びやすくなっているのではと希望的観測を持って見ているのと、先にも述べたファミツー .com さんの先行レビュー記事の中で、ハンドルやアクセルなどのアシスト機能が搭載されているとのレポートがあり、設定で操作の簡略化が可能なようなので、シリーズ初心者やアクションに自信のない方、ファミリーなどでも安心して楽しめる工夫が用意されているようです。これも嬉しい配慮だね。今作は特に目まぐるしくレース展開が変化しそうだし操作はできるだけシンプルじゃないと頭パンクしちゃうもんね。そうですね。操作性を狭めるだけじゃなく幅を持たせてくれるのはありがたいですよね。アクション面で参入ハードルを感じていた方にとって少し安心できる情報なのではないかと思います。ここからは本作に関して知ってると役立つ周辺情報をざっとご紹介していきます。まずは本作の対応機種について、対応しているハードはご覧の通りです。現時点では2025年発売予定の任天堂スイッチ2が含まれるのかは未発表ですが、スイッチ2は基本的に任天堂スイッチソフトと互換性があるとのことなので、本作も遊べる可能性は高いと見て良いのではと思います。対応機種多いのは嬉しいね。そうですね。遊びやすいのはゲーマーにとっても新規ユーザーにとっても喜ばしいことですね。別機種のプレイヤー同士でも一緒に遊べるのかな？いわゆるクロスプレイってやつですね。リリース時からオンラインクロスプレイも可能で、ローカルでは1から4人まで、オンラインでは最大12人のプレイヤーと遊ぶことができます。やったー、最高。続いてエディションについて、日本版の公式サイトには特に記述がないのですが、アメリカの公式サイトを見ると製品に2つのエディションが用意されているようで、通常のゲームのみ含まれてるデジタルスタンダードエディションと別に、これらの要素が追加されているデジタルデラックスエディションというものも発表されています。DLC のシーズンパスとゲームの早期アクセス券とソニックプライムプレイアブルキャラクター？そう、ネットフリックスで配信されたアニメソニックプライムのキャラクターがプレイアブル参戦するというまさかの特典付き。すごー。そういった意味でもクロスワールドじゃん。別のバースがクロスしてきましたね。これを皮切りに映画、コミック、プーン、フレンズなど、様々なバースからのキャラ参戦やコース登場がいよいよ現実味を帯びてきましたね。こちらかなり嬉しいニュースではありますがこれはあくまでまだ海外サイトのみの発表となっているので、日本で複数エディション展開があるのか、ソニックプライムがプレイアブルキャラとして使えるのかは、あくまで現時点では未発表となります。こちらは続報に期待ですね。ソーンローズがバーディーに乗ってコースを飛び回ったりしてくれたら嬉しいね。面白いですね。アニメからゲームに逆輸入されたりしたら今後のシリーズ展開も一層広がりを見せてくれそうですよね。シーズンパスがあるってことは DLC も結構展開してくれそうだし、ゲームの方からもまだ出てきてないキャラやクラシックキャラの参戦も期待しちゃうな。続いてはクローズドネットワークテストについて、今作では発売前に動作確認や不具合の特定を目的としたクローズドネットワークテストを開催予定で、オンラインモードであるワールドマッチを先行体験することができるとのことです。このテストでは6つのメインコースと5つのクロスワールド、9名のキャラクターと4タイプ16種のマシンを利用可能。先に紹介したガジェットカスタムや、車体そのものを改造できるマシンカスタマイズ機能も体験可能とのことなので、かなり製品版に近い要素を楽しむことができそうですね。なおクローズドネットワークテスト段階ではエクストリームギアはないようで、世界枠これは発売後のお楽しみです。ごめんなさい、とのこと。テスターの募集期間は2025年2月18日の日本時間23時59分まで、テスト実施期間は2月22日9時から2月24日9時までの2日間となります。参加特典も用意されており、本タイトルの発売日以降にアンケート回答者にはメールにてアイテムコードを配信予定とのことで、特別ステッカーと称号が付与されるようです。特典もあるの嬉しいね。レア度高そうなので他のプレイヤーにちょっと自慢できるかもですね。なお注意点として対応プラットフォームが PS5 のみとなっているのと、日本国内在住の13歳以上の方のみ応募可能とのことなのでこのあたりご注意ください。詳細な情報については概要欄記載の公式サイトからご確認の上、興味がある方はぜひ応募してみてください。最後に今作がもっと面白くなるトリビアをご紹介できればと思います。まずは制作陣について、今作は主にソニックチームが開発を手掛けているのですが、意外にもソニックチーム制作のレースゲームは15年ぶりなんですよね。そうなの？ここ十数年はスモーデジタルという開発スタジオがセガ監修の下で制作する形をとっており、2010年に発売されたソニック&セガオールスターズレーシング、その続編のソニック&オールスターレーシングトランスフォームド、そして2019年発売のチームソニックレーシング
グなどはスモーデジタル開発のゲームでしたが、今作は2010年発売のソニックフリーライダーズ以来のソニックチーム製レースゲームとなります。そうだったんだ。過去のレースゲームも面白かったけどソニチ直接制作ならなおのこと安心感あるね。そうですね。その上で今作はさらに強力なメンバーが開発に参戦しておりまして、アーケードレーシングゲームイニシャル DG アーケードの開発チームと、音楽ゲームマイマイ、チューニズム、音劇などを手掛けたディレクター小早川健さんも参画されています。インディマイマイ名前を聞いたことのある方も多いかと思います。大人気レースゲームの開発チームと有名音楽ゲームの数々を生み出したディレクターが、ソニックチームと手を組んで生み出した最新作。これはもう間違いないですよね。わーめちゃくちゃ期待しちゃうねー。セガ公式サイトでも今作について、セガ史上最高峰のアクションレーシングゲームと紹介しているので、言葉通り自信作なのだとひしひし感じますね。またここからはさまつな情報になりますが、同じくセガの公式サイトにて、世界中のプレイヤーと協力、対戦が楽しめますと記載があるので、もしかすると対戦だけでなく他プレイヤーと協力するチームレースのようなものが用意されているかもですね。前作チームソニックレーシングは3人1チームのスリーマンセル制だったよね。あれもすごく面白かったから協力要素あったら盛り上がるだろうな。そうですね。その場合チームアクションやアルティメットブーストなど、チームソニックレーシングにあった要素も含まれたりするのかも注目ポイントですね。ということで今回はゲーム最新作ソニックレーシングクロスワールドの現時点での情報まとめ動画でした。続報が楽しみだ。この動画が良いと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。